見た目はどう見ても純正デジタルミラーでも中身は 60fps でほぼ遅延ゼロの超滑らかな映像、後付け感丸出しの配線がゼロ、めっちゃ明るいモニターで反射を抑えるので昼間でも見やすく、もちろんドラレコ機能もついてる最新モデルがポーミドから出ましたので、早速その使い勝手や進化したポイント、ここは正直微妙やなと思ったポイントまで実際に使いながら徹底的にレビューしていきます。ということで今回レビューするのがこちら、ポーミドから出た PRD8XC ですね。僕が前に使ってたこちらのミラー型ドラレコの進化版で最新モデルになってます。早速箱を開封すると、こちらが説明書、取り付け方から使い方まで詳しく書かれています。ドラレコの設定ですが、初めに設定してあげたらその後は特に設定を触ることはないので、動画の後半でおすすめの設定もご紹介するので、ガジェットが苦手な方でも大丈夫です。そしてこれがモニターの保護フィルム、貼ることで傷の防止とモニターに映る反射をさらに軽減するやつ、そして保証書と技的の書類まで入って、これがミラー型ドラレコ本体。画面サイズは11インチで、本体の上側からマイクロ SD 入れて、あとは下に物理ボタンが3つあるだけとシンプルな作り。今コードが1本見えてると思いますが、これは取り付ける時に使う車種専用のステを使うことで、その中にコードが隠れるので、取り付けたらほぼ純正な見た目になるって仕組み。ドラレコ本体以外には取り付けに必要な電源ケーブルなどが一式入ってます。こちらのタイプはよくあるシガーソケットから電源取るタイプでなくて、車の中のヒューズ電源から電気を取ってくるタイプなので、取り付けが終われば外からは完全に配線が見えないので、知らん人が見たら純正と思う仕上がりになります。もちろん車のバッテリーから電源を取るので、エンジンを切ってからもそのまま録画ができる駐車監視機能も初めから使えるので安心してください。そしてこれがカメラですね。フロントとリアの両方とも結構特殊な形をしてて、パッと見なんか無駄に大きすぎでしょと思われたかもですが、普通のドラレコによくあるこういうタイプのカメラだと、ダッシュボードがフロントガラスに映り込んで映像が白っぽくなったり、トランクのものがガラスに反射して映像が見えにくくなるんですが、このカメラはレンズの周囲にカバーがあるので、その映り込みを防いでスッキリとしたクリアな映像になります。また取り付けてからもカメラの角度が変えれるレバーもついてます。それではそろそろ開封の儀は終わりにして、早速車に取り付けていきます。今回取り付けてもらったショップが名古屋にあるグロースバルドという電装取り付けでも20年以上専門的にやられているショップで取り付けてもらいました。ヒューズ電源から電源引っ張るのは、英門の YouTube 動画見て1時間ぐらい配線加工の練習をすれば正直誰でもできるようになりますが、今回のタイプは純正の鏡を丸ごと外して、この見えてる天井の穴に配線入れ込んで、そのままサイドピラーまで持っていき、足元の内装をがっつり剥がして車の隙間に配線を通して、車の一番後ろに貼り付けたリアカメラと接続したり、リバース連動でカメラが切り替わるように配線処理したりする必要があるので、普通のドラレコ以上に取り付けは難しいです。今の映像見てて何やってるかわからんなってなった人はプロに丸投げが安定ですね。こちらのショップだとドラレコから少し出てるケーブルを布テープで巻いて見た目をさらに良くしてくれたり、リアカメラのケーブル配線のためにこのプラスチックのパーツにドリルで穴を開けてたんですけど、その穴が目立たないようにこういうゴムのパーツをはめ込んでくれて、ほぼ純正な仕上がりにしてくれます。やっぱりドラレコをつけるとどうしても後付け感が出てしまうので、そこを気にされる方は名古屋のグロースバルドさんに取り付けをお願いしてください。配線処理完璧で後付け感が完全に消えます。取り付けはだいたい1時間半ぐらいで、お店に休憩スペースもあって、そこから取り付け風景も見えるようになってて、神戸の製品の認定施工店でもあるので、名古屋でドラレコ取り付けならここ一択ですね。名古屋以外だと大阪でもネットで安く買って持ち込み取り付け OK の店何個か知ってますので、動画の下にある概要欄に全てまとめておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで取り付けが終わりましたので、早速どんな感じか見ていきたいと思います。これが取り付け後の見た目、もう完全に純正ですよね。無駄な配線が一切見えないので後付け感ゼロです。そしてよくあるこういう GPS のパーツ、これが本体に内蔵されているので、わざわざダッシュボードの上に別で貼り付ける必要もないです。あまりダッシュボードに粘着テープでいろいろ貼りたくないっていう人、僕含めて結構多いと思うので、これはいいポイントですね。そしてこれがモニター、かなり綺麗に表示できてると思います。リアに貼り付けたカメラの映像をこの11インチのモニターに表示するので、昭和からある鏡ではこれぐらいしか見えなかったのが、ここまでワイドに見えるようになり、サイドミラーでは映らない視覚までモニターだけで確認できるようになるし、トランクに荷物パンパンでも後部座席に人乗ってたとしても全く関係なくカメラの映像をそのままモニターに映してくれるので、普段のドライブがかなり快適になります。実際に使い出してすぐ気づ
づいたのが、こちらの前のモデルと比べて若干色の濃さが上がってて、さらに視認性良くなりましたね。前のものは若干白っぽいというか全体的に色が薄かったんですが、最新モデルでそこ改善されてかなり見やすくなってます。そしてモニターを指でスライドするとフロントカメラの映像に切り替えたり2画面表示もできるようになってます。昼間に運転しててもモニターがめっちゃ明るいので、デジタルミラー使ってると意外と気になる昼間のモニターの映り込みを最小にできて、綺麗な映像がそのままモニターに出るので後方確認がしやすくなり、普段の運転がさらに快適になります。何より前のモデルと比べて 60fps になったことでほぼ遅延がない、リアルタイムで違和感ゼロに近づいたので、これがやっぱり推しのポイントになりますね。 FPS って何ですかって思った方に簡単に説明すると、動画というのは写真を連続で撮影してそれを1秒間にパラパラ漫画のように表示することで動いているように見せています。普通のドライブレコーダーだとこの写真を1秒間に30枚撮影する 30fps がほとんどで、これが 60fps になるとその倍の写真を撮って動画にするので情報量が倍になりますよね。そのため 30fps に比べてブレが少なく動きが格段に滑らかになります。ほぼ肉眼で見ているかのような自然な映像になり、体感でかなり見やすくなりますね。おそらくこの動画見てる人はスマホで見てる方が多いと思うので、スマホだとこの違いは体感できないんですが、30から 60fps になるだけで明らかに違いが分かって、 60fps のデジタルミラーになれると 30fps はちょっときついなとなってくるので、それぐらい 60fps の方が見やすいです。なのでこれからデジタルミラーを導入検討している方は 60fps 対応のものだと明らかに毎日の運転が快適になるので 60fps をおすすめです。ただし比較して分かったデメリットもあるので後ほど詳しくやります。そして意外と気になるバイザーの干渉ですが、これも全く問題なく両サイドとも当たらずにバイザーが使えます。それでは次にドラレコの録画した映像を見て、事故した時に大事なナンバープレートがしっかりと映るのかどうか検証します。まずは昼間の映像からどうでしょうか。前後とも200万画素のフル HD なので全く問題なく相手のナンバープレートが撮影できてますね。隣の車線の車のナンバーまで全て見えてるので全く問題ないです。ただ離れると見えなくなりますが、そこは最近出てきた 4K でなく昔からあるフル HD なんで仕方ないところかなと思います。それでは次にトンネルに入った時や出た時に白飛びしないか検証します。はい、特に問題ないですね。トンネル入った瞬間も自然と映像が切り替わってるし、暗いところから明るいところに出た時も画面が一瞬真っ白になるとかもないので問題ないですね。前後とも日本の大企業ソニーのセンサースタービス1という暗い場所でもしっかり光を拾える技術で、普通のセンサーだと真っ暗になったり逆にヘッドライトで真っ白になったりするんですけど、スタービス1なら暗い道でもナンバーが見やすく白飛びも抑えられてますね。それではそのまま夜の映像を見てみるとこんな感じ。昼間に比べると画質は正直落ちたかなと思いますね。真後ろと真ん前に車がいればナンバープレートの情報は数字から記号まで全部読み取ることができますが、隣の車線にいる車とかちょっと離れてしまうと4桁の数字はわかるけど細かいところまでは正直厳しいですね。ただしソニーのセンサーのおかげで全体的に光を抑えて撮影してくれるので、後続車のヘッドライトがカメラに直接当たったとしても映像が全部白飛びして何も見えなくなるとかはないですね。特に今回のドラレコはミラー型ドラレコなので、もし全部白飛びなんてしたら見えなくなるので大問題ですよね。これたまたま撮影してる時にジムニーの車高を上げてヘッドライトめっちゃ眩しい、おそらくハイビームな車が真後ろにおったんですけど、そんな車が来てもその車以外はちゃんと撮影できてて、デジタルミラーでも問題なく後ろの状況は把握できてたので、やっぱりここがデジタルの強みかなと思います。これが普通の鏡やったら目が見えなくなるレベルで眩しいはずで、ミラーの角度変えたりする必要出てきますが、デジタルミラーだと特に何もしなくていいのでシンプルに楽ですね。デジタルミラーの角度も自分の顔が映るような角度に調整してあげると、後続車の光がモニターに反射して眩しいもんでも消えて、何よりモニターが見やすくなり視線移動を最小にできるので、これがデジタルミラーにする最大のメリットですね。カメラの映像をそのままモニターに表示するので、モニターの角度を変えたとしても見え方は変わらないので、1台の車を家族で共有して乗ってるご家庭でも乗るたびにミラーの調整がいらなくなるのが意外と便利。ただ夜運転してて思ったことが、田舎の街灯ゼロのところとかだと映像にノイズが入ってちょっと見にくい感じは正直ありました。これが鏡だったらそもそも何も見えないので、鏡よりかは機械的に明るく表示され後方の確認はしやすいのですが、これ使ってて気づいたんですが、夜に関しては前のモデルの方が綺麗に撮れてたような気がしますね。ちょっとこれ調べてみたら 30fps と 60fps とでは 30fps の方が光を多く取り込めるので、全体的にノイズが少なめで明るく撮影できる仕様なので、そこで
差が出てますね。なので日中の快適性を取るか夜を重視するかで迷うところ、街灯がある街中を普段から運転する方は全くもって問題ないですが、田舎の街灯ゼロのところに住んではる方は 30fps の前のモデルの方がノイズが少なくさらに明るいので見やすいかなと思います。個人的にどっちも使った感想だと 60fps がやっぱり全体的に見やすく色も濃くなってるので、都会に住んでる方は最新モデルで、街灯ゼロの田舎だと 30fps のモデルが夜が見やすいのでいいかなと思います。撮影したドラレコのデータは SD カードに保存されるので、パソコン使って再生することもできるし、デジタルミラー本体で再生することもできるので、例えば運転中に当て逃げされてすぐに映像を確認したい時も速攻で見れるようになってます。もちろん強い衝撃があった時などデータが勝手に消えないように、上書きされないようにロックされる機能もついているので安心してください。走行中にこちらのボタンを押せば写真を撮ることもできますし、こちらのボタンを押せばモニター表示をオフにして普通の鏡として使うこともできるようになってます。これで一通りドラレコの性能とかデジタルミラーの実際の見え方が分かったと思うので、最後に駐車監視について見ていきたいと思います。駐車監視モードをオンにするにはモニターの設定画面からこれを押してオンにすると、エンジン切ってからもそのまま録画が継続されます。バッテリーと SD カードの使用量を抑えて長時間撮影ができるタイムラプス録画や、衝撃を検知した時に普通の録画もしてくれるので、普段はタイムラプスで常時撮影しておいて、衝撃を検知したらそこからは普通の録画になり、当て逃げの前後がわかるので当て逃げのリスクを減らすことができます。駐車監視中に設定したバッテリー残量以下になると自動的に撮影を止めてドラレコの電源も切ってくれるので、バッテリー上がりの心配もないです。またこれはポーミドではないんですけど、アイセルというドラレコ専用の外部バッテリーもあって、そこにつなげてあげれば車のバッテリーを一切消費しないため、バッテリー上がりを気にすることなく専用バッテリーがゼロになるまで最大で連続約3日間も駐車監視ができるようになるので、バッテリー上がりとか劣化を気にする方はドラレコ専用バッテリーから電源取るようにしてみてください。専用バッテリーが気になった方は詳しく解説している動画もあるので概要欄に貼っておきます。僕はスイスポ買ってから3回ぐらい当て逃げされてて、自腹で 2,30 万円払って修理したこともあるし、保険で修理した結果等級が下がって毎月の保険料が無駄に上がった嫌な思い出がたくさんあるので、ドラレコは駐車監視機能が一番大事だと思ってて、ほとんどの方が当て逃げされたことないと思いますが、実際に当て逃げに遭うと警察行ったり保険の手続きを自分でやったり、めっちゃお金と時間取られてほんといろいろとめんどくさいので、初めから駐車監視機能が使えるので安心して使っていただけると思います。その他の便利機能は、周りの明るさに応じて画面の明るさを自動調整してくれたり、ギアをリバースに入れるとガイド線も出るので車止める時にも役立ちます。ドラレコ全般に言えることですが、取り付けた時に一度設定すれば特に何も設定変更しなくていいので、おすすめの設定方法を紹介すると、モニターの右を指でスライドするとリアカメラのズームができて、昔ながらの鏡の見え方に近づけることもできますが、これは一番広角の状態で使うと視覚まで見えるようになるので、一番広角の設定がいいと思います。次に感度の設定ですが、デフォルトの3のままでいいですね。あとは駐車監視ですが、僕のおすすめは録画間隔を1秒、録画時間を12時間にする組み合わせです。理由は映像が見やすくて容量も食いすぎず、さらにバッテリーへの負担も少ないからですね。夜間駐車をしっかり監視できて、翌朝には自動で電源が切れるので安心して使えるかなと思います。それ以上長く録画したいとなるとバッテリー上がりにもつながる可能性があるので、その場合はドラレコ専用バッテリーを使うことをお勧めします。今回名古屋で取り付けてもらったデンソーのプロもアイセルのことかなりおすすめしてたので、プロが言うてるので間違いないですね。これまでの話をまとめると、ポーミドから新しく出た 60fps で撮影できて、デジタルミラーの映像がラグなく違和感ゼロでかなり見やすく改善されたモデル。ドラレコの画質はフル HD の200万画素。特に映像が汚いとかもなく、ちゃんと相手のナンバープレートが読めて、夜も前後であれば問題ないけど 60fps と視認性を重視したことで 30fps と比べると夜が少し暗く映るので、都会に住んでる方は何の問題もないですが、田舎の街灯ゼロの山奥とかに住んでる人は最新モデルでなく前モデルの PRD81C がおすすめ。モニターの映像はかなり綺麗で、後付け感丸出しのケーブルが一切見えない作りなので、知らん人が見たらメーカー純正のデジタルミラーと錯覚するレベルの仕上がりになってます。ただポーミドさんは海外のメーカーなんでちょっと不安やなって方正直いると思いますが、ミラー
型ドラレコをはじめディスプレイオーディオまで幅広く作ってて、実際僕が使ってるディスプレイオーディオもポーミド製で最近勢いめっちゃあって、海外メーカーであっても日本の技的などの認証もしっかり取得し、紙のエビデンスも同封されていて、保証ももちろんついてきますし、東京オートサロンでもかなり大きいブースで出展されてて、よくある海外業者の2畳ぐらいのしょぼいブースでなく、めっちゃしっかりしたブースでお客さんもかなり集まってて、もし買ってなんか不具合あったらサポートもしっかり対応してくれると、 Amazon で全然知らん人がレビューも書いてますし、東京オートサロン行った時にポーミドの中の人に直接いろいろ話聞いたんですが、修理対応は滋賀県にある日本の会社が担当しているので、海外メーカーに多い買ってそれで終わりじゃないのがポーミドさんのいいところです。今回紹介した PRD8XC は動画の下にある概要欄に詳細を確認できるページを貼り付けておくので、ぜひ僕だけじゃなく他の方のレビューも参考にしていただければと思います。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。